こんにちは、アンナスです。今日はユニクロのカーディガンに刺繍しました。結構可愛くできたので、最後に着てます。なので、ぜひ最後までご覧ください。それでは手元の方にどうぞ。はい、それではこれに何を刺繍しようかなって思ったんですけど、この刺繍工房、これ便利ですね。紙刺繍用だったんで、前もこれをやりましたけど、なんか面を埋めないので、服に刺繍するときに結構さささっと刺繍できるんで、かなり重宝してます。これですね。これを全面的にこの胸元に散らばせようかなと思ってます。どうしても服ってなると、こういうリブのとことかにチロリアンテープみたいな、でもどうしてもラインの刺繍をやりがちなので、前もそんな感じだったから、ちょっと違う感じをやってみようと思って、でこれにします。でこれを 120% 拡大して、またスマプリで写していこうかなと思います。拡大コピーしてきたので、水性ペンで、これステッドラーのピグメントライナー 0.05、できるだけ細い水性ペンがいいですね。でスマプリで写していきます。これちょっともう切り刻んで毎回使ってるので、私はちょっともうファイルが2枚になってしまってるんですけど、ファイルは1枚しか入っていないです、普通は。でこの A4 サイズのシートが2枚入っていて、でこのザラザラの方に写していきます。こんな感じで、図案の外側は1センチほど開けておいて、でないと刺す時にぐちゃぐちゃになっちゃうので、ちょっともったいないから結構端っこから使いたくなってしまうんですけど、それはちょっとね、うまいこと調整してやってもらって、もうこのまま写していこうと思います。前トレーナーに刺繍した時は1枚ずつカットしたりしてたんですけど、もうこれはこの並び順でやっていこうかなと思います。って感じでこれで写していきます。はい、ではこんな感じで写せたのでカットします。これはもう絵の通りふにゃぐにゃってしながらやって、でこういうところはもうカットして捨てていいです。なので捨てちゃうからもったいないんで、できるだけ端から使っていくといいんですけど、この状態のものを2つ作ります。そして貼っていきます。こことここに貼るんですけど、こっち側にまず貼ります。で貼るときはこういう感じで、ここに折り目ありますよね、服って。この線に合わせてすぐ下に貼っちゃうと体の身幅があるんですよね。だから袋とかだとマチとかって言いますけど、だから着るとちょっと膨らんじゃうんですよ。全員そうですよ。人間だから中身内臓が入っているんで。なので、ちょっと下からスタートするといいんですけど、どうやって貼れば位置を決めればいいかっていうと、鏡とかによく服合わせるとき合わせますよね。で肩の頂点を合わせると、多分位置的になんとなくこの辺かなみたいなのがわかるんで、なので
れスマプリのコツなんですけど、これ全部剥がすとぐちゃぐちゃになる人が結構いるんですよ。まあ私もそうなんですけど。なので端っこだけめくって、でちょっとずつこう端っこだけくっつけといて、全部剥がさないで、その後この下のとこ持ってこうやってちょっとずつ引っ張っていって貼るんですけど、これを鏡の前で自分の顔を見ながら当てながら位置決めて、これ一回貼っても剥がせるから、これで位置決めて角度とかも決めてからテーブルに戻ってきてビューってやると綺麗にいきます。ってことでちょっと鏡に合わせながら位置を決めてきますそれで貼っていきますね。今見てきたんですけど、鏡に合わせて意外とこのリブの上に乗ってる方が可愛いかなと思ったんで、意外と体がこれぐらいなんですよ。なんか多分ちょっとこうオーバーサイズ気味に肩がだから落ちるデザインになってるんで、あんまり端にすると今度脇のところに落ちましたなのでここですね、これぐらいでした。だからやっぱ見とかないとダメですね。あんまり上だと巻き込んじゃうから、なんかこれでそう絶対にこの位置にはならないですよね、この服見ただけじゃ。だから皆さんしっかりちゃんと服に体に当てて位置を決めてください。でこれ後で反転したものをこっちにも同じぐらいの場所に貼ろうかなと思っているので、それはちょっと後でやります。まずは刺繍をしていきます。なんかね、なんでそうしてるかっていうと一つ理由があって、そのスマプリって結構劣化が激しいので、刺繍枠ねこっちははめないからいいと思うんですけど、なんか全部どうしてももう位置全部決めたいっていう時もあるんですけど、こっちは反転させて後から貼ればいいかなっていうものなので、だいたい後から貼ってもそんなに変わらないってものは後からにしておきます。なのでこっちからまず先に刺繍して終わったら反対側もやっていきます。はい、では、ちょっと糸はこんな感じでちょっと個性的な感じでやっていこうと思います。刺繍枠をはめていきます。で、どうしようかな。この端からやっていこうか。結構ね結構開かないと布が厚いので、もうほぼニットみたいな。なので今急いで作ってるんですけど、なんか他のもやろうかなと思ったんですけどちょっと今着てちょうどいいぐらいの感じなので、まだね4月ぐらいまで寒かったりするからいけると思うんですけど、6本取りで刺繍していきます。で茎が緑でお花は白とピンクを、ランダムに使っていく予定です。で玉留めをして、もうバックステッチで書いてあるんで、もう一緒のバックステッチでもいいし、線の刺繍だからアウトラインでやってもいいです。でももうバックステッチでやっちゃおう。早い早いのでどんどんもうこれでこう点々点みたいな感じがね可愛いですよね。これでそう前の時はねアウトラインでやったりしてたんですけど、どちらでもいいです。これちょっと途中のさっきのやっとけばよかったな。途中でこうやって枝分かれしているところはその道の途中でやるといいですね。これで、こ
この枝分かれが残ってたので、こういう時は裏に絡めます。ついでにやると裏に渡り糸がなくていいんですけど、あとこういうこともしなくていいので楽なんですけど、ちょっと忘れてたので戻って、でまたここもバックステッチ、このなんかいかにも刺繍しました感のあるこの点々点って感じも結構好きなんですよ。私やるとちょっとこうやって離れるんですけど、なんかそれも味かなと思って、これ結構刺しやすいですね。硬くないので手が痛くならないですね。玉留めで終わってもいいし、裏に絡めて終わらせてもいいです。で、裏に絡めて終わらせる場合はちょっと多めに、なんか普通サテンステッチの時は2回ぐらい絡ませて終わるんですけど、ちょっと今4回ぐらい絡ませました。で、ここのお花、せっかくなんで、じゃあ最初なんでピンクで、結構濃いめの緑とピンクでちょっと個性的な感じを演出してます。どうなるんでしょう。これもそうですね、チェーンステッチ、レゼデージステッチだから玉留めでもいいですけど、ちょっと裏に絡めます。玉留めに刺しちゃう時もあるんで、で中心から放射状にレゼーデージですね。まず出して同じ穴に針を刺して、頂点から針を出します。で糸をこうかけて上に引っ張ると輪ができるんで、もうしっかり絞ってください。で外側に刺して留めます。でこれを順番にこうぐるっと一周やっていきます。はい、お花と、あとここの葉っぱも今ちょっとやりました。で今度は白で玉留めをしています。これでフレンチノットをやっていきます。まず出します。で枠を机に置いて少し上を持ちます。で空中で2回巻いて同じ穴に刺します。でちゃんと引き絞って出来上がっている状態を作ったら、針を裏から引っ張るとこれでビーズみたいな感じでできるのが、フレンチノットです。玉留めとちょっと違うんですよね。もう一回やります。2回巻いてほぼ同じ穴に刺す。でちゃんと引き絞ってもう出来上がっている状態になってから針を引っ張ります。で、隣に刺していくといいですね。ランダムにいろんなところに好きなところにやっちゃうと糸が渡ってしまうんで、ここね糸が多少渡っててもそんなに着てる時に支障はないと思うんですけど、できるだけ渡り糸はない方がいいので、もうこれでどんどん作っていきます。はい、こんな感じでできたので、この本ともほぼ同じ刺し方で、色だけ葉っぱは全部緑にして色だけちょっとこうもうこの水色のところを白にして白いところをピンクにしてですかね。そんな感じになりそうです。ちょっと色の濃さが違うから、もしかしたらピンクの分量をちょっと減らすかもしれないですけど、それで他の部分も刺繍していこうと思います。はい、片方ができたのでもう半分やっていきたいと思います。結構いい感じですね。ちょっと個性的な服になりましたね。で、どうやって写すかというと、やっぱ反転させたいので、コピーしてたら多分白いその
なんか紙の上とかに置くと裏向けても多分絵が映ると思うんですよね。なのでもうこれで写していきます。これぐらいかな。もう結構スマプリがギリギリなんですけど、ザラザラですね。はい。これで絵が写せるはずなので写していってもらって、はい、これで写せたのでだいたい同じぐらいのところに貼っていきます。で出来上がった方は洗濯したらスマプリって溶けちゃうんですけど、普通に熱湯じゃなくてもお水で十分溶けるんですけど、溶け残ると海苔みたいに残ってしまうので、まあちぎれるところはもう全部手でちぎってから洗濯した方が安心です。洗濯機にかけなくてもお水にジャブっとつけてやると取れるんです。ただお水にジャブっとつけると結構ねどれぐらいつければいいのか分かんなくて結局ちょっと残ったりするんで、まあこうやってちぎるといいと思います。もうミシン目になってるんで結構ビリビリっていくんですよね。じゃあこれで、こっち側はもう仕上げて、で反対側は刺繍をしていきます。はい、こんな感じで出来上がりました。ちょっと近くで。ってことでぜひ皆さんも作ってみてください。以上です。ちょっと着てみました。こんな感じになりました。ここにブラウスを上に乗せたので、ちょうどブラウスと刺繍とこういう感じでつながってます。でも下はなんか刺繍してる時もうちょっとやってもいいかなと思ったんですけど、意外とこの位置ぐらいまでやって、まあそれでちょうど良かったです。あんま下までやるとうるさくなるんで、上の方の、ちょっと襟が、だから上もだいぶこの肩の線がここだから結構下の方に刺したんですけど、でも襟を上に乗せるといい感じになって全然違う服になりましたね。これだけだとちょっとスポーティーな感じだったかなと思うんですけど、可愛く着られるようになりました。是非皆さんも刺繍して結構すぐできるんで刺繍してみてください。それではチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。あと会員制のサイトの毎月の刺繍っていうのもやっていて、そこを600円で入ると図案とかあと限定ライブとかも見られるので、あと通販とか、インスタとかもやってるのでいろいろチェックしてみてください。それではさようなら。